かつての聖典における預言者の出現予告、吉報小格好割コロン無神論者に対する論証方法。かつての聖典の中に、預言者ムハンマド、彼にアッラーの平安と祝福あれに関する正しい出現予告、吉報が存在するならば、それは彼の真実性を証明する強力な根拠となります。この証拠はすべての人に対して論理的な拘束力を持ちます。なぜなら、これから現れる預言者が、他宗教の聖典の中であらかじめ予言されるなどということが、どうしてあり得るでしょうか。もしこれらの吉報や予言が真実であれば、それは彼が真の預言者であるという実質的な証拠となります。これは、イスラームの正当性を外部、他宗教の文献から証明する手法なのです。また、これらの吉報が真実であることは、予言という概念そのものが真実であることの証明でもあります。預言者たちが予告したことがその通りに起こるということは、予言という仕組みが正しく機能していることを示しているからです。聖クルアーンは、かつての聖典に記された予言を根拠としてムハンマドの預言者性を証明するこの手法が、知的に好意用のない論証であることを多くの句で強調しています。アッター、意図高き神はこう仰いました。もしあなたが、我が下した啓示、クルアーンに疑いを持つならば、あなた以前に経典を読んでいる者たち、経典の民に尋ねてみるがよい。10章ユーヌス、94節経典の民に尋ねれば、そこにあなたの預言者としての知らせと、あなたがもたらした法の真実性を見出すだろう、という意味です。また、アッターはこうも仰いました。不信仰な者たちは、あなたは、神から、使わされたものではないという、言ってやるがいい。私とあなた方との間の証人としては、アッターと、そして経典の知識を持つ者たちで十分である、と。13章アッタード、43節経典の知識を持つ者たちは、ムハンマドのことを非常によく知っています。それどころか、あまりに多くの吉報があるため、彼を確信を持って認識しているのです。アッターはクルアーンの中でこう述べています。我が経典を与えた者たちは、自分の子供を知るのと同じようにムハンマドを知っている。だが、彼らの一部は、知りながら真実を隠しているのである。2章アルバから146節彼らは、その使徒、すなわち、自分たちの持つタウラート、律法やインジール、福音書の中に記されているのを見出す、文盲の預言者に従う者たちである。7章アルアーラーフ、157節出現予告、吉報という扉を用いてイスラームの正当性と預言者ムハンマドの真実性を論証することは、極めて重要な手法です。私の見解では、私たちはこれまでこの分野を軽視し、十分に活用してこなかったように思います。この、吉報という扉は、戦術の通り誰に対しても説得力を持つものであり、彼の預言者性を確かめたいと願う者にとっての明確なアーヤなのです。アッターはこう仰いました。イスラエルのコラの学者たちがムハンマドを知っているということは、彼らにとって一つの印、アーヤではないだろうか。26章アッシュアラー、197節イスラエルのコラの学者がムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれを知っているという事実そのものが、彼が真の預言者であるという明確な証明なのです。聖書、タウラートとインジールの改変と出現予告の有効性について、タウラート、律法とインジール、福音書は改変、タハリーフされたのではないか。それなのに、どうしてそれらを出現予告、吉報の根拠として使えるのか、という疑問があるかもしれません。しかし、イスラームの定説では、タウラートとインジールのすべてが改変されたわけではなく、その一部が改変されたと考えられています。だからこそ、聖クルアーンは複数の場面において、経典の民、ユダヤ教徒とキリスト教徒に対し、彼ら自身の聖典を根拠として議論、反論されているのです。アッター、意図高き神はクルアーンの中でこう仰いました。言ってやるがいい。もしあなた方が真実を語るものなら、タウラートを持ってきて、それを読みなさいと。3章アール・イムラーン、93節また、アッターはこうも仰いました。インジールの民には、アッターがその中に下されたものによって判断させなさい。5章アルマアイダ、47節預言者様、彼にアッターの平安と祝福あれも、有名な通関時難の事件の際、タウラートに従う者たちに対し、彼ら自身の聖典を基準に裁きを求められました。預言者様はこう言われました。既婚者で姦淫を犯した者について、タウラートには何と記されているか。さらに、預言者様はイスラエルの子らについて語ることを許可され、こう言われました。イスラエルの子らについて語りなさい。それは差し支えない。これらすべては、経典の民の書物の中には依然として多くの真実が含まれていることの証拠です。そして、聖クルアーンが複数の箇所において、出現予告、吉報という手法を論証として認めていることだけで十分な根拠となります。今日に至るまで、彼らの聖典のテキストの中には、ムハンマド・ブン・アブドゥッラー、彼にアッターの平安と祝福あれこそが、
終わりの時の預言者であることを示す多くの出現予告が残されているのです。聖書、タウラートとインジールにおける預言者ムハンマドの出現予告の例。例えば、タウラート律法の第5書である、新明記には、主がムーサー、モーセに語られた次のような言葉があります。主は私に言われた。私は彼らのために、彼らの兄弟たちの間から、あなたのような一人の預言者を立てよう。このテキストで、主はムーサーにこう告げています。ムーサーよ、あなたのような一人の預言者が、イスラエルの子らの兄弟たちの間から現れるであろうと。では、イスラエルの子らの兄弟とは誰のことでしょうか。それはイシュマエルの息子たちのことです。イスマイルはイスハーク、イサクの兄であり、イスラエル、ヤークーブはイスハークの息子です。したがって、イスマイルの子孫、アラブ人は、イスラエルの子孫ユダヤ人の兄弟にあたります。これはタウラート自身が定めていることです。タウラートは、イスマイルについてこう記しています。彼はすべての兄弟たちの前に住むであろう。つまり、新明記のこの一節で神はムーサーに対し、イスマイルの子孫から預言者が現れることを予告しているのです。この預言は、メシアであるイエスには当てはまりません。なぜなら、イーサーはイスラエルの子らの兄弟の間から出たのではなく、彼ら自身、イスラエルの民の中から出たからです。イーサーはイスラエルの子ら、具体的にはイスラエルの息子ユダの部族の出身でした。一方で、イスラエルの子らの兄弟の間から、すなわちイスマイルの血筋から現れた預言者は、預言者ムハンマド、彼にあった平安と祝福あれただ一人です。もしこの預言がムハンマドによって実現したのでなければ、今日に至るまで実現していないことになります。あなた、ムーサーのようなという日、預言者ムハンマドは、以下の点においてムーサーに酷似しています。新しい法、シャリーア小格好割りコロンムーサーとムハンマドは、主に新しい法をもたらしました。一方で、イーサーは新しい法をもたらしたわけではありません。それどころか、イーサーは自分が新しい法をもたらしたものとみなされることを拒み、遺産相続の分割さえ断り、こう言いました。人よ、誰が私をあなた方の裁判官や分配人に立てたのか。聖戦、ジハード小格好割りコロンムーサーとムハンマドは、主に不信仰者や偶像崇拝者と戦いました。一方、イーサーはイスラエルの子らのもとへ、導きのために使わされました。人生の歩み、ムーサーとムハンマドは共に自然な形で生まれ、結婚し、子をなし、自然な死を迎えました。一方、イーサーは父なしに生まれるという特別な誕生を遂げ、結婚せず、生きたまま天へ上げられました。クルアーンにおけるムーサーの記述。ムーサーとムハンマドの強い類似性を示す証拠の一つとして、クルアーンの中で最も多く言及されている預言者がムーサーであることが挙げられます。これほど繰り返し言及されるのは、ムーサーの生涯や彼が直面した状況が、預言者ムハンマドのそれと酷似しているからです。ムーサーの物語は、警告、訓戒、教訓、そして困難に直面する預言者や信徒たちの心を力づけるために引用されました。預言者ムハンマドと教友たちが困難に直面したとき、常にムーサーの物語がそこにありました。預言者様は、こう言われました。アッターがムーサーを慈しまれますように。彼はこれよりも多くの苦難を耐え忍んだのだ。ムーサーが敵対されたようにムハンマド、彼にアッターの平安と祝福あれも敵対され、ムーサーが故郷を追われたようにムハンマドも追われ、ムーサーが奮闘したようにムハンマドも奮闘し、ムーサーが勝利を収めたようにムハンマドも勝利を収めました。ムーサーのような預言者であり、かつ、イスラエルの子らの兄弟の血筋、イスマイルの家系から出た預言者は、唯一、ムハンマド、彼にあった平安と祝福あれだけなのです。それどころか、聖書自体が、イスラエルのうちには、ムーサーのような預言者は二度と現れなかった、と認めています。さらに新明記のテキストを読み進めると、次のように記されています。私は私の言葉を彼の口に置く。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。私の言葉を彼の口に置くの意義。神の言葉が直接預言者の口に置かれるという表現は、預言者ムハンマドが文盲、読み書きができない状態であったことと深く結びついています。神の言葉は石板に刻まれるのでもなく、天から一冊の書物として一度に書かれた状態で渡されるのでもありませんでした。それは、これから現れる預言者が受け取り、そのまま口にする神聖な啓示であることを示しています。だからこそ、聖クルアーンの文体は、次のように特徴づけられています。彼はあった、唯一のお方である。112章純正章、一節。余命いくら、創造主であるあなたの主の名において。96章行結章、一節。不信仰者たちよ。109章不信仰者章、一節。これらはまさに、神の言葉が直接、預言者、彼にあった平安と祝福あれの口に置かれ、彼が命じられた通りに語ったことの証左なのです。